どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。ハラカンタのチャンネルではこれまでアフリカの紛争や貧困といった様々な課題を発信してきました。おかげさまでチャンネル登録者数も40万人を超え、 YouTube においては最もアフリカについて発信している日本人ではないかと自負しています。そんな私が一体なぜアフリカに関わるようになったのか、私が国際協力の道を歩むことになった原点は今から10年前のあの日の体験に遡ります。遡ること10年前の2016年、私が初めて足を運んだアフリカの国は日本から約1万2000キロ離れた東アフリカのウガンダ共和国です。当時大学3年生だった私は授業を通じて世界各地の紛争や貧困について学んでいました。その中で特に私の心に強く引っかかっていたのが子供兵士の問題です。特にウガンダでは1980年代から約20年にわたる内戦の過程で3万人以上の子供たちが反政府ゲリラに誘拐され、強制的に兵士として戦場に駆り出されたという歴史があります。その問題について調べていた当時、女優の石原さとみさんが日本の NGO であるテラルネッサンスがウガンダで行う元子供兵士の支援現場を訪れるという内容のテレビ番組を偶然目にしました。その番組を見た後、私も自分の目で現地を見てみたい、元子供兵の口から直接話を聞いてみたいという気持ちに駆られ、私は大きなバックパックを背負って単身ウガンダへと旅立ちました。そのウガンダの旅の中で出会ったのがテラルネッサンスの支援を受けていた元少女兵のアイーシャさんでした。彼女との出会いが私の人生の歯車を大きく動かし、アフリカという大陸に深く関わることになります。私が訪れたのはウガンダ北部最大の町グルです。2026年現在はグルの治安は安定し、街も目覚ましい勢いで発展していますが、私が訪れた当時は長年続いた紛争の影響もあり、まだ道路などのインフラも十分ではありませんでした。そこで私はテラルネッサンスの職員から特別に許可を得て、アイーシャさんから従軍中の経験談を直接聞くことができました。彼女は2000年の12月、わずか12歳の時に反政府ゲリラの LRA に誘拐されました。水も食料もなく、常に戦闘が続く中で重い荷物を背負わされ、森の中を走り続ける日々。過酷な環境から逃れるため、命がけの脱走を試みたものの捕まってしまい、見せしめとして鞭で200回も撃たれたと語っていました。スーダン、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国とウガンダの周辺国の国境を越えてゲリラとともに移動を続ける中で、彼女は兵士と強制的に結婚をさせられ、子供を身ごもりました。幼い子供を胸に抱き、銃を担いで茂みを走り続ける地獄のような日々。彼女がゲリラを脱退し、地元の村に戻ってこられたのは、誘拐されてから実に14年という月日が流れた後のことでした。アイーシャさんが目の前で語ってくれるあまりにも壮絶な現実にメモを取る手が震え、言葉を失ったことを覚えています。他人の苦しみに共感することが大切だと頭では分かっていても、彼女の経験は私の日常からはあまりにもかけ離れていて、共感という言葉すら陳腐に感じられました。インタビューを終えた日の夜、一泊1000円の安宿のベッドに寝っ転がりながら、ミスターチルドレンの歌、高ためを聞いて涙を流したことを今でも覚えています。アイーシャさんから話を聞いた私の中に芽生えたのは、強烈な負い目のような感覚でした。想像を絶する過去を彼女は勇気を出して私に語ってくれた。とてつもなく重いバトンを託されたような感覚でした。知ってしまった以上、この現実を自分だけで抱え込むことはできない。自分が感じた負い目を原動力にして何か動かなければならない。そんな強烈な衝動が私が国際協力の道を歩み、その後もアフリカに関わるきっかけになったように思います。少し余談になりますが、アイーシャさんの従軍中の経験談、さらには当時学生だった私が現地で何を感じ、その後どんな行動を起こしていったのかについては、世界を無視しない大人になるためにという本に詳しく書いています。今読み返すと、当時は経験もまだまだで、文章も上手くなくて自分でも恥ずかしくなる部分があるのですが、学生なりに悩みながらも行動していた当時の等身大の言葉は、きっと多くの方の背中を押すことができると思っています。興味を持たれた方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。すでにたくさんの方に読んでいただいている本なので、読んだことがあるという方、ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。ただ、私がその後もウガンダに関わり続ける中で見たもの、感じたものは、こうした悲惨な現実や負い目だけではありません。同時に
現地の人たちの計り知れないたくましさにも圧倒されました。アイーシャさんに初めて話を聞いた時から少し経ち、彼女の心境には大きな変化がありました。訓練中に生まれた赤ちゃんを抱きながら、彼女はこれから始めるビジネスの展望を真剣な眼差しで語ってくれたんです。自分の人生を変えていきたい。これからは自分の力で生活費を稼いで子供たちを支え、自立して生活できるようになりたいと。彼女はテラルネッサンスの自立支援を受けたことで、初めて私が会った時とはまるで別人のように変化していました。14年もの間、戦場という過酷な環境に置かれていた彼女がたった数年でここまで前を向けるのかと驚かされました。彼女の変わる力を目の当たりにし、人はこれほど稀に変われるのかと教えられたんです。大変とは大きく変わると書きます。困難を乗り越えることが自分を大きく変えるチャンスにもなるんだと、私は元子供兵の彼女たちから学びました。現在の私は YouTube で主にアフリカについて発信していますが、アフリカが発展しないのは民度のせいだ、歴史のない野蛮な人たちだからだなどとコメント欄でアフリカの人たちを見下したような言葉を目にすることもあり、胸が苦しくなることがあります。なぜそのようなコメントが生まれてしまうのか。それは画面越しの情報だけではどうしてもアフリカに対する解像度が低くなってしまうからではないでしょうか。ニュースや短い動画で切り取られるアフリカは悲惨な貧困や紛争ばかりが強調されがちです。しかし実際に現地に足を運んでみれば、アフリカが一括りにできない多様なグラデーションを持っていることに気づきます。過酷な状況から立ち直ろうとする元子供兵の変わる力、決して裕福ではないスラム街で暮らしながらも持っているものを分かち合い、笑顔で助け合う人々の絆。私自身も動画を通して現地のリアルを伝える努力は続けていますが、やはり現場に足を運んで自分の五感で触れることで得られる解像度の高さにはかないません。現代ではショート動画が人気となり、短い時間で効率よく情報を得られること、言い換えるならばコスパやタイパが重視されています。しかしすぐに役立つものはすぐに役立たなくなります。本当に自分の価値観を根底から覆し、これからの長い人生を支える揺るぎない軸を作ってくれるのは、たとえコスパやタイパは悪くても自らの体を動かし五感を通じて得た体験ではないでしょうか。大学生だった当時の私にとってもウガンダへ行くことはお金も時間もかかりましたし、現地での生活も決して楽なものではありませんでした。それこそ文字通り大変な経験でした。でもアイーシャさんから直接話を聞き、テラルネッサンスの支援現場を見て、現地の子供たちと交流し、心が激しく揺れ動いたあの体験、自らの体を使い五感を通じて得たその体験があったからこそ、私はその後も国際協力の道に進み、アフリカと関わり続ける原動力を得ることができました。大変だったからこそ大きく変わることができました。人生をかけて取り組みたい仕事を見つけることができたんです。だからこそ今日この動画を通して皆さんにお伝えしたいお知らせがあります。単にスタディツアーをやりますと宣伝するのではなく、なぜ私がウガンダに皆さんをお連れするツアーをやっているのか、その背景にある思いを理解してほしかったからこそ、あえてここまで遠回りをしてお話しさせてもらいました。東アフリカのウガンダを訪れるスタディツアーを開催します。私自身が10年前にテラルネッサンスの支援施設を訪問し、人生そのものが大きく変わったのと同じような体験を日頃応援してくださる皆さんにも味わってほしい、そんな思いから企画しています。このツアーでは私が人生を変えるきっかけになったテラルネッサンスの元子供兵士支援施設の訪問だけではなく、首都カンパラのスラムに暮らす子供たちとの交流、大自然の中でのサファリドライブなど、アフリカの生きる力を全身で感じる体験が待っています。以前ツアーに参加してくれた方は、スラムの炊き出しで一人の男の子から小さな声でサンキューと言われた瞬間がずっと忘れられないと語ってくれました。画面越しに字幕で読む言葉と現地の匂いや熱気を感じながら、目の前の子供に真正面から言われるありがとうの言葉とでは心に残る重さが全く違うんだと思います。現地でしか味わえない体験をすることで、皆さんの世界を見る目やアフリカに対する解像度がガラリと変わるはずです。これまでの参加者からは、人生のターニングポイントになったといった声を多くいただいており、中にはこのツアーをきっかけにアフリカで働き始めたり、国際協力の道に進んだ方もいます。一人一人に濃密な体験をしていただくために、今回は各回6名 ×2 組合計12名の少人数限定での募集となります。皆さんが一番気になるであろう
参加費についても触れておきます。具体的な金額はホームページを見ていただければと思いますが、正直にお伝えして決して安いと言える金額ではありません。ですがこれには明確な理由があります。多くのスタディツアーが現地集合、現地解散であるのに対して、このツアーは日本の旅行代理店がサポートするパッケージ型のツアーだからです。飛行機やホテルの手配は全てお任せいただきますし、安全性をしっかりと確保した環境で安心してアフリカを体験していただきます。こういった条件でアフリカに行ける機会は実はそれほど多くはありません。ぜひ一度大手旅行代理店が扱っている日本出発から参加できるアフリカのツアーの金額と比べてみてください。私が自分で言うのもあれですが、このツアーがかなり良心的な価格設定になっていることは感じていただけるはずです。原監督の動画を見ていて、いつかアフリカに行ってみたいと思っていた方、この体験はきっとあなたの一度きりの人生の中で大きな財産になるはずです。アフリカに行ってみたい、少しでもそう思ってくださった方は、この後に流れる動画をご覧いただいた上で、概要欄に貼ってあるホームページをチェックしてみてください。皆さんと一緒にウガンダを体験できることを心から楽しみにしています。それではこちらの動画をご覧ください。異国の人と一緒に何かをするっていうことの楽しさとか喜びとか、普段日本では味わえないそういう経験ができたことがとても自分にとって、嬉しくて、参加してよかったなってとても思ってます。I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer, I think about where you are. 私が一番印象に残ったのは国立記念公園の自然、サファリドライブです。本当に生物多様性を直接目にすることができたなっていうところと、あとは、現地のレンジャーの方に、お聞きしたんですけれども、順番に野焼きをしていくことでサファリの健全な、自然を維持していくんだっていうことを、おっしゃられていて、自然との関わり方という面で参考になる、勉強になるなと思いました。グルにあるテラルネッサンスの、施設訪問ですね。通っている生徒たちが僕たちを歓迎するために伝統的なダンスを踊ってくれたんですけれども、とてもエネルギッシュで人間の本質というか人間らしさというか、そういったことを感じて、見ていて途中で涙が出てくるぐらいとても感動して、それがとても印象に残ってます。私が一番印象に残っているのがストリートチルドレンのことなんですけれども、子どもたちが必死になって手を伸ばして食べるものだったりお金だったりを欲しいっていう風にせがんできて、あげることがいいのかあげないことがいいのかすごく迷っていて、もしあげてしまったらその子どもたちはもらうことしかできなくて、自分で何かを生み出そうとしてそのものだったり生きる術を身につけることはできないと思ったし、またあげなかったらあげなかったですごく必死になってせがんでいるのに、あげないのはどうなんだろうって自分の中ですごく葛藤していました。原さんとご一緒にツアーにウガンダの土地に、来ることができて良かったことはたくさんあるんですけれども、知らない土地に来る、特にアフリカのウガンダという土地に来るということで、多分私も含めてツアー参加者の方って少なからず不安とかあったと思うんですね。原さんがご一緒にいてくださることでやっぱり安心感とか何かトラブルがあった時に対応してくださったりとか、そういった面でまず安心感をすごく与えていただいたなというふうに思います。実際に現地に赴いて経験をすることの重みとか深みっていうのを原さんとご一緒にさせていただいたことですごく学ぶことができましたし、それをこれからやっぱり帰った時にそれぞれが人に伝えていくということがすごく大切だなというふうに思いました。Before we said goodbye